こんにちは。この動画シリーズでは Ableton Live に関するチュートリアルを A から Z まで網羅的にマニュアルより実践的に分かりやすく解説します。今回はオーディオエフェクトのオートフィルター。シンプルなフィルターに見えて実はアナログ回路のエミュレータが入っていたり、頭の中で音をブンブン回すような効果を作ることもできる侮れないエフェクトです。フィルターはシンセサイザーや DJ ミキサーなど様々な機材に搭載されていて、シンセの音作りやエフェクティブな音作りに活用することができます。このフリークエンシーで選んだ周波数を基準に音を削ったり強調したりできる EQ の一種です。ここでフィルターのタイプをローパス、ハイパス、バンドパス、ノッチ、そしてモーフィングから選ぶことができます。ローパスフィルターはハイカットフィルターと呼ばれたりもします。ローをパスする低域だけを通すことはハイをカットすることと同じだからです。同様にハイパスフィルターはローカットフィルターと呼ばれたりもします。ハイをパスする広域だけを通すことはローカットすることになるからです。最初は一瞬混乱するかと思いますが安心してください。使っているうちに慣れます。バンドパスフィルターはフリークエンシーで選んだ周波数だけを残します。ノッチフィルターはその逆でフリークエンシーで選んだ周波数だけカットします。重要な操作詞はここのレゾナンス Q と呼ばれたりもします。これを増やすとフリークエンシーで選んだ周波数の周辺の音を強調することができ、独特の音の変化を出すことができます。このフリークエンシーとレゾナンスは左の XY 軸で同時にコントロールすることができます。ちょうどコルグのカウスパッドのように操作することが可能です。意外と皆さん知らないと思うのですが、Ableton のフィルターのポイントは回路タイプを選べること。クリーンは Ableton の EQ8 と同様に特別な色付けなく正確なフィルタリングをします。OSR はイギリスの珍しいモノシンセをモデリングしているとマニュアルに書いてありますが、おそらくオックスフォードのオスカーという1983年のイギリスのシンセのフィルターをモデリングしています。MS にはコルグの MS20、PRD はモーグのラダーフィルター、SMP は MS20 とモーグの中間の特性を持ちます。クリーン以外の回路についてはレゾナンスを上げると自己発信を起こして、このようにフリークエンシーで設定したピッチの音を鳴らすことができます。またこのドライブでフィルターに入る前にディストーションを加えることもできます。基本的にこの上の方の回路ほど綺麗な音、下に行くほど荒々しく暴れん坊な音になると考えてください。例えば DJ エフェクト的にローカットとかしたいのであればクリーンを使ってシンセベースの音を作ったりするのだったら PRD とか SMP とかにして少し歪ませるみたいに使い分けるといいでしょう。この右はですね、フィルタースロープの切り替えスイッチです。少し 12dB にすると聞きが緩やかになります。Ableton のフィルターはただのフィルターではなくオートフィルターなので、フィルターフリークエンシーの動きを自動化することができます。左にはエンベロープの設定があります。これを上げると入力された音量に沿ってフリークエンシーが上下します。音が入力されるとアタックで設定した時間を待ってからフリークエンシーが上下して、音が消えるとリリースで設定した時間をかけてフリークエンシーが基準値に戻ります。この音で言うとアクセントの音の部分だけフィルターがやや開き気味になっているのがわかるかと思います。またこの矢印を押すことでサイドチェーンを作って別のトラックの音のタイミングでフィルターをかけるみたいなこともできます。右には LFO サンプル&ホールドセクションがあります。先ほどのエンベロープは入力された音量に従ってフリークエンシーが動きましたが、こっちはレートで設定した周期に従ってフリークエンシーを動かすことができます。
動く量はアマウントで決めます。まずフィルターをかけない音を聞いていただきます。フィルターをかけます。こちらのアマウントを持ち上げると、周期的にここの、フリークエンシーが動くのがわかるかと思います。ちょっと早くしてみます。さらにこの音符マークを押すと、ソングのテンポに合わせてフリークエンシーを動かすことができます。このフィルターのフリークエンシーの動きはここのシェイプで、動き方を決めることができます。今はサイン波の動きになってますが、区形波、三角波、ノコギリ、ノコギリで、この2つはですね、サンプル&ホールドですね。要はランダムな値を取ります。で、この黒いのは左と右でランダムなものがそれぞれ取られるので、要はステレオになります。最後のはモノラルです。で、この上の5つについてはですね、このフェーズで左右ずらすことができますので、これを180にします。すると完全に左と右で交互にフィルターが動くようになります。このオフセットはですね、左右の LFO の動きをどこからスタートさせるか曲に合わせてずらすことができます。今は左右で交互にフィルターが開閉していますが、ここをヘルツ表示にします。するとここの表示も変わります。で、ここが180度になっているときはさっきと同じように左右交互の動きになりますが、さらにここをスピンモードにします。で、ここを上げます。すると頭の中で音がぐるぐる回るような音を作ることができます。フィルターは基本的に音を削るためのエフェクターですが、こうした機能を使うとリズミカルに音をぶん回す効果を出すエフェクターにもなると。最後にここの、クオンタイズ、これをオンにすると BPM に追従してここのフリークエンシーがバコッと定期的に更新されます。ですので、このパッドの音だけにこのリズミカルなフィルターを入れます。こういうパッドの音とかですね、ロングトーンの音にクオンタイズかけたフィルターをかけるとリズミカルな動きが出て面白いです。まとめです。オートフィルターの特徴はアナログ回路のモデリングがされている。ディストーションと組み合わせるとシンセの音をよりアナログ的にすることができる。エンベロープ、LFO、クオンタイズでフィルターを動かすことができる。例えばですね、こういった、ソフトシンセ、ハードシンセもそうですけれども、こういったものに大概ですね、フィルターっていうのは内蔵されているんですけれども、用途に応じてエイブルトンのオートフィルターを使うと面白い音を作ることができますので、積極的に使ってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思われた方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いいたします。次回はエイブルトンにまつわる B で始まる何かを解説いたします。